皆さんごきげんよう、上川かおるです。今回取り上げる話題は、あなたの町にとってもいずれは起こるであろう問題、上下水道の民営化問題について取り上げようと思います。つい先日、宮城県において、この県全体においてこの水道事業を民間企業に運営権を売るといったことが行われました。このニュースを聞いてインターネット上では早速、なんでそんなことをするんだ、水っていうのはとても大事なもので安全が脅かされるではないか、もうこの県知事はやめた方がいいといったようなかなりきつい言葉を使った批判が巻き起こっている状況です。今回の動画においてはなぜそのような水道事業の民営化といった問題が出てきているのか、そのあたりについての解説を行っていきます。なお、最初にも述べたような批判が集中する理由というのは、世界的に見ても水道事業の民営化といったものには失敗例というものがたくさんあるからです。有名なものを2つ挙げるとしましょう。まず第一にフランスの例です。フランスにおける水道事業の民営化においては、利益を最大化するべく設備更新を怠った上に、さらに水道の料金そのものも大幅な値上げをするといったことなどがあって、多くの国民から不満が持たれ、最終的には公営に戻されるといったことがありました。これは単純に水道事業というものをお金儲けだけに使った、いわゆる企業の悪い面が最大に現れた話だと思います。第2の失敗例として挙げるのは南アフリカです。日本と南アフリカというのはかなり状況としては違うわけですが、南アフリカにおける失敗というのはかなりひどいものでした。というのも、南アフリカにおいて水道事業を民営化した際にも、やはり水道料金は値上がりしました。この値上がりが引き起こした悲劇というものが日本とはちょっとかけ離れている点があります。それは南アフリカにおける低所得者の人たちにしてみれば、水道料金が上がるといったことは耐え難い生活苦を招くこととなりました。そのため水道を使うことを極力避けた人々が一体どこから水を入手したかといえば、それは川の水です。川の水というのは基本的には衛生的なものではありません。特に下水道が全部完備されているような国ではなく、工業用水であったり、もしくは生活排水などがどんどんと流れ込むような川の水を飲むと一体何が起こるかといえば、それは病気が広がってしまうのです。不衛生な水というのは様々な病気を引き起こすものとなりますから、南アフリカにおいてもそのような水道化事業の民営化によって病気が蔓延し、多くの人たちが苦しむこととなりました。このような問題もあって、南アフリカにおいては水道化事業の見直し、公営化をなるべくしようといった話などに揺り戻しが起こったのです。以上のような失敗例というものがありますから、世界で失敗しているものをなんで日本でも繰り返すんだといった批判が出やすい状況なのです。そのような世界的な失敗例というものがある状態において、なぜ日本で民営化の話が出ているのか、そのあたりの解説を行っていきましょう。まずは事実としてどのようなニュースが流れているか確認しましょう。宮城県が水道運営権を10億円で売却。全国初。宮城県は6日、水処理大手メタウォーターなど計10社で作る水結びマネジメント宮城に上下水道と工業用水の運営権を一括して売却する契約を結んだ。全国初の事例で来年4月からスタートする。20年間の期限付き対価10億円で売却したのは、県企業局が所有し、仙台市など17市町にまたがる泉南・泉源広域水道など9事業の運営権。県は引き続き施設を保有し、水質検査や管路の維持管理などを担う。村井知事は同日の記者会見で、水道料金の急激な値上がりを少しでも抑えるのが狙い、最終的な責任は県にあり、水質や経営状況をチェックしていくと述べた。ここからは記事の補足情報です。まず第一に、水道料金というものは基本的には値上がりするものだと思ってください。なぜなら今回の民間企業への運営権の売却というものは、そもそも目的は水道料金の値下げではありません。インターネット上ではこのように民間企業に水道事業を任せるなんて、水道料金がどんどんと上がっていくに違いないというふうに批判するわけですが、そもそもの狙いとして値下げするための運営権の売却ではないといったことは押さえておくべき情報です。じゃあ一体なぜそのような値上がり前提の話なのかについても押さえておくべき情報があります。知事も言っていましたが、そもそもの目的としては値上がりの抑制ということが言われていました。宮城県の試算であれば、現在の体制のまま運営していくと
今後40年間水道料金は基本的には値上がりしっぱなしで、水道料金は現在の 1.5 から 1.7 倍になると試算が行われています。一方で、現在の延長線から外れて民間企業に運営を任せた場合においては、設備更新の費用や人件費の抑制により、運営に必要な経費を契約20年間で約337億円削減できたらいいなというのが県の願望です。この削減費用というものを見込んで、ある程度の値上がりを抑制できるのではないかというのが県の考え方なわけです。ただしこれはあくまでも県の考えている話であって、契約上においてこれだけの経費削減を必ずして、それによって赤字幅を大幅に抑えなさいであるとか値下げしなさいなどといったことを強要しているわけではありません。この点については注意が必要です。ですから話は戻って、今回の件というのは基本的には値上がりが続いていくんだから、この値上がり幅を少しでも減らしていこうという目的で行われているのです。じゃあなんでそのような値上がり前提の話になっているのか、この話をしておきましょう。今の日本というのはそもそも水を使う人や企業が減る状況がずっとこれから続いていくと考えた方が良いでしょう。その原因となっているのは人口減少時代に突入していることから、例えば50年後において人口が半分になるのであれば、日常的に水を使う人がそもそも減るんだから、どうやっても水道の使用量というものは増えるわけがありません。また生活習慣の大きな変化としては、水道の水を飲むのではなく、水をペットボトルなどで買って飲む、もしくはウォーターサーバーのような水道以外の水を積極的にお金を出して買うといったことが一つ習慣として根付いている状況です。そして日本国内における事業所、工場、そのようなものが海外に移転することによって大量に水を消費する、そういった企業なども減少傾向にあるのです。さらに水道事業にとってかなりの負担になっているのが水道管の更新費用です。人口が増加していく過程にあって、どんどんと郊外の住宅地が開発されていきました。それに伴って水道管もどんどんと新しく伸ばしていかなければなりませんでした。人口が増えていく時代にあっては、そのような新しいものをどんどんと作っていったとしても、それほど大きな問題になるわけではありませんでした。水道の使用量がどんどんと伸びていけば、それに伴って収入というものも増えていったからです。ただし水道管には必ずのように維持補修管理、そして交換の時期を迎えることとなります。この交換の費用といったものが莫大になり、一方で水の使用量がどんどんと今後減っていくのですから、どうしても収入と支出のバランスが崩れていくのです。ただし今回の件で必ず批判されるポイントとなる水道料金がどんどんと上がっていくじゃないかという話については、基本的には現在のところ条例で定めた範囲といったものが存在しているために、民間企業に変わったからといってさあ来月から水道料金10倍にしますよ、来年は100倍ですよなどといった法外な値段設定ができるわけではありません。そして値段以上に皆さんにとって大きな関心事である水質は確保されるのか、この点については県は引き続き施設を保有し、水質検査や管路の維持管理などを担うと紹介記事の中で書かれていました。水質検査の業務というものは基本的にはまず日常業務として行うものと、またそれとはまた別に1ヶ月や3ヶ月ごとに行うものといった具合にして、点検業務そのものは常に行われるものです。今回の紹介記事に書かれているように、この検査については県が引き続き行うというのであれば、水質について問題になることは基本的にはないと考えられます。ただしこの点については県の計画通りにちゃんと水質検査を県がずっと行うという前提であればの話です。例えば今回の件で言えば運営権そのものをもう民間企業に渡している関係で、日常の水質検査などにおいては全て民間企業の社員が行って、その検査報告などをあくまでも県がチェックするだけのような形になっていれば、水質にも問題が起こるかもしれないのです。そうした水質検査には県が関わっているのは形式上もしくは書類上の関与だけといったことになれば、抜き受け検査を頻繁に行わなければ水質の確保に問題が出てくるかもしれません。そして次の問題としては、今までは公の事業だったから基本的にはやめることはないという前提で話は進んでいくわけですが、
一方においては民間企業がこの事業を担うのであれば、赤字が続けば運営会社が破綻するかもしれないし、もしくは途中で撤退するといったことなども心配されます。今回の水道事業を担う運営会社は10社が出資して作られた水結びマネジメント宮城という会社です。この会社に10社が出資したわけですが、その出資比率というのは均等に行われたわけではありません。世界には上下水道の民営化を請け負うという企業が様々あって、その中でも世界のトップ3の一角がフランスのベオリア・ウォーター社というところです。今回の出資企業の中にはその3社のうちの1社、その会社の参加企業が入っており、この会社が議決権の株式 51% 獲得しています。これは一体どのようなことかといえば、この会社が最も強い影響力をもたらすことができます。もしもこのフランスの企業が利益が全体として少なすぎてやる意味がないじゃないかというふうに思うことがあれば、この事業そのものについて投げ出す可能性があるかもしれませんよというお話です。そのようなことにならないように基本的には日本側の企業が議決権の過半数を得ていることが私は必要だったんじゃないかなと思います。その他の出資企業についてはメタウォーターというのが、こちらは水処理や水環境ビジネスの日本国内の大手企業です。その他オリックス、日立製作所、東急建設やその他地元企業なども交えて10社となっています。企業はビジネスとして水道事業を運営する関係で、始める前は当然のように事業計画としてこのくらいの利益がこのくらいの時期までには出ているだろうといった計画を立てているはずです。しかし実際問題運営してみたら思った以上に負担が大きかったり、もしくは何かしらのハプニングや想定外の出費などもあって計画が未達、全く利益が出ないといったことも起こりうる話です。そうなった時にこれらの企業がどのような対応をするかというのは正直今のところは分かりません。動画の冒頭でも言いましたが、水道の民営化というのは基本的にこれが最初で最後ではなく、これはあくまでも始まりの例に過ぎないと考えた方が良いでしょう。というのも、今の日本というのは基本的には人口が減少していくということはもうすでに分かっている状態ですから、水道の収入といったものはどんどんと減ってきます。ですから水道料金がもう全然足りなくて赤字を垂れ流すような状態になった時には、どこかの段階で民営化しようという話が日本全国あちこちの行政において議論されるようになるからです。その中のいくつかにおいては実際に民営化に踏み切ることでしょう。なお、すべての町において民営化がされるかといえばそういったわけではありません。これはあくまでも赤字を垂れ流している状況になってしまっているから、それを打開しなければならないよねという、ある意味切羽詰まった話だからです。それぞれの町によって事情は違いますが、水道事業が黒字で十分なお金があるよといったところでは、民営化の話はなかなか出てこないでしょう。基本的には黒字であればそれで問題がないわけですから、民営化の話が出てくるのは基本的には水道事業が今もうすでに赤字になっていたり、赤字に突入したらもうどうしようもないほど支援する財政基盤のない行政ということになります。ですから今あなたの住んでいる町の水道が民営化されるかどうかというのはそれぞれの地域によって違うのです。そのことを確認しようと思えばインターネットで自分の町の水道事業についての冊子などを見ることもできますし、また行政の発行している冊子などにおいては自分の町の運営予算がいくらぐらいなのかといったそのようなちょっとお堅い内容の中には水道事業についての今後の話やもしくは運営状況についての記載といったものも一緒になって行われていることでしょう。基本的には人口がどんどんと減っていく地域の方がより早く赤字に転落するものと考えられます。そして民営化の問題として私は水質、値段、そして企業が撤回しないかどうか、いわゆる事業の継続性についての話をしましたが、これがどうなるかといったのは基本的にはどの会社が関わってくるかによっておそらくは結果は変わってくると思うので、一概に民営化したら全てが破綻するといったわけではありません。記事の中でも少しご紹介しましたが、水道の民営化事業においてすでに世界的な大企業が生まれているといった話をしました。これは公の機関として水道事業を行うのが困難な地域や国といったものはいくらでも存在し、それらの
どうしようもないところに比べたらまだ民間企業の方がマシだといったところはたくさんあるのです。このあたりはバランスが難しいところで、日本の場合だと水道の水がそのまま飲めるわけですが、そもそも水道管がこんなに張り巡らされている状況というものは国によっては全くありえない話なのです。国が運営している水道局があるんだけれども、蛇口をひねって出てくる水は決して生で飲んではいけない、そういった国はむしろ世界標準だと言えるくらいです。日本のような水道からそのまま飲める水をじゃんじゃんと出してくれる国というのはかなり貴重な国なのです。そのように世界的に見ればかなり高水準な飲める水が供給されている状況というものは今後も続けばいいと私も思っています。しかし記事の中でも述べたように、今日本の状況というものはそのような今までできていたことがこれからはどんどんと難しくなる、そういった時代に突入しています。まず第一に人口がどんどんと減っていきますし、そもそも水を水道ではなくミネラルウォーターのような別のところにお金を払う人たちというものもたくさん出ています。そして水を必要としている企業といったものも減っていることなどもあって、基本的には水道事業のその収入というのは減少傾向にあって、この後水道事業によってどんどんと収入が増えるというのは基本的には非常に少ないでしょう。市区町村レベルにおいて非常に巧みな行政手腕を発揮して人口がどんどんと増えていく都市といったものは基本的にはものすごくレアケースであって、そのような町においては水が余っていたんだけど買ってくれる人たちがたくさん現れたから水道事業がどんどんと黒字が伸びてきたよなんていうことにはなるでしょう。しかしそれはあくまでもレアケースはレアケースでとどまって、全国的な話としては多くの地域において水道はどんどんと赤字へと転落していくのです。そこで行政としてはその赤字幅をなんとか押しとどめようとして出てきたのが民営化の話というわけです。しかし民営化には問題があることはすでに述べました。ではそのような問題が発生する民営化以外の解決策はないのかといえば、基本的に私はあると思っています。まず第一に赤字がいっぱい出ているんであれば、その赤字幅をどんどんと縮小する政策を打つ必要があると考えています。そのやり方としては、まず第一に効率化を図ることです。例えば現在では市区町村やもしくは県といったレベルでの水道事業が行われているわけですが、もっと大きな単位に集約して業務そのものを効率化したり、水源の適切な管理などを行うことが考えられます。例えば今回の例であれば宮城県だったわけですが、いっそのこと東北地方の水道局全てを一括管理するような東北水道局のようなものに集約して、それに伴って職員数やもしくは事業の効率化などを図るといったような案です。関東だったら関東水道局であったり、もしくは東海道だったら東海道水道局といったような単位です。ただしこれには一つ大きな問題があって、公営の状態で大きな組織を作ると必ず腐敗し、また業務が非効率なものになってしまう、そういった問題があります。具体的にはどのような失敗例があるかといえば、 JR の前、国鉄時代といったものが考えられます。大きな組織であればうまくいくなどというわけではなく、大きな組織が基本的に腐敗し、サービスが低下した状態でずっと続いてしまうというのは、実は日本国民全体に不幸をもたらしてしまうものです。ですから話としては業務を効率化するためには集約することが必要なのですが、集約化したら集約化したで今度は腐敗しやすい組織になってしまう問題があるのです。ですから集約化することによって公営事業として続けようという話には実は結構困難な道が待ち構えています。そもそもそれぞれの行政単位においてうちの事業をなんであいつらと組み合わせるんだみたいな抵抗勢力といったものがもういろんなところで発生するでしょうから、実際のところこの考え方そのものも大きな困難に見舞われることでしょう。そして水道事業を公営のまま続けていくんであれば、もっといい案がある、だけどもっと困難な案というものも存在します。それは水を供給するエリアというものをこれ以上はもう絶対増やさないぞというかなりきつい規制をかけることです。これは一体どういうことかといえば、これからの時代というのは人口減少時代ですよという話をしましたが、人口が半分になるのに今までと同じように広い範囲に水道を供給することはまさにコスト負担が高すぎるので、これを集約してしまおうという考え方です。
これまでの時代というのは基本的には核家族化が進んでいったり、もしくは郊外への宅地開発が進んでいくといったこともあって、昔は田畑で水道を供給する必要のなかったところがどんどんと宅地化していって、水道管も伸ばしていかなければならない。一方において古い家というものが中心街などで空き家で残ったまんまになってしまい、水道の料金としては収入につながらないといったことが日本全国各地で起こっていることです。これは古い家を取り壊してそこに新しい家を建てるといったことをするよりも、基本的にはこれまで住宅地として売られていなかったような放棄された田畑というものが結局のところ用途転換されて、住宅を建てる方が買い手としては新しい家が安く手に入るとして、基本的には歓迎された時代というのがずっと続いているからです。このような住宅地が郊外にどんどんと開発が進んでいくといったことがあって、水道管をどんどんと伸ばしていくといったことは、基本的には赤字を垂れ流す構造というものをどんどんと拡大させていくこととなります。水道管を伸ばしていったり、もしくは老朽化したものを更新していく時にはかなりのお金がかかります。よく言われているのが、1キロの水道管を更新するのにかかる費用はざっくり言って1億円以上、人件費の高騰などもあればその金額は 1.5 億円から2億円へと到達する場合もあるそうです。ですから住宅地ができたんだからどんどんと水道を伸ばしていけばいいじゃないかといった話にもどこかで歯止めをかけなければ事業として成り立たないのです。ただいきなりそんなことをすることは当然できません。ある日突然ここから先は水道管伸ばしませんよなんてことになったら政治的に大混乱が起きてしまいます。ですからどこかの時点、例えば年限を区切ってここから先の話としてはもうダメですよという区切りをつける必要があるでしょう。家庭の話として2030年時点で水道を供給しているエリアを固定し、それ以上先の水道管を伸ばす必要がある場合においては、水道の利用者が水道管を工事するための費用を実費で払ってください。更新費用が必要であれば、それも利用者が実費で払ってくださいといったようなかなり過酷な条件を課すことにより、これ以上の水道管の延長といったものを事実上規制するという話です。また、上下水道だけではなく、電気やガス、そういったものも全般含めて都市のインフラとして考えた場合においては、人間が住む地域といったものをある程度指定する、そのような集中という政策というものも存在します。人口が半分になったのにこれまで通りの広い範囲にみんなが散らばっていればものすごく人口密度が薄いわけです。ところが都市インフラとしてはその広大な範囲を全部確保するのはとても非効率でお金がかかってしまいます。ですから住む地域そのものについて一気に集約化することによって都市インフラの維持管理費用なども削減しようという話です。以上のようなこのような解決策や政策といったものがあるよといった話をしましたが、これらはいずれもとんでもない政策的な摩擦を生み出すもので、多くの政治家が取り組むことはないでしょう。現在の日本というのはそのように問題が発生し、この問題がどんどんと大きくなってしまうといったことが分かっているにもかかわらず、その問題に取り組んで改善に向かおうとすると、そこには非常に大きな政治的なリスクがあるため政治家が取り組まないというかなり危険な状況になっているのです。そういった意味において今回の宮城県という一つの県単位での上下水道を民営化するという話が出てきたのは、私は非常に注目すべきことだと思います。というのも追い込まれて民営化するといったよりも、むしろ問題がもう発生することが分かっているんだから、今からどうやったら状況を改善できるかチャレンジしようという精神が見えるからです。ただし一番最初に取り組んだからには残念ながら多くの問題点がこれから浮上することでしょう。最初に取り組む人というのは残念ながら後から考えれば、ああそれやらなければよかったよねとか、ああすればよかったよねといったような後から考えれば簡単なことであっても、最初やっている人はそのようなつまずきというものを自ら経験しなければならないのです。ですから今後のことを考えると、宮城県の人たちはそのような様々な問題に直面する可能性があるわけです。また今回のニュースだけではなく、他の町などにおいても水道の民営化といったものはどんどんと持ち上がってくるでしょう。
その時に批判されるポイントとしては、日本企業があまり関わっていないじゃないかといった問題が出てくるだろうと私は思っています。というのも、日本における水道事業というのは基本的には一つ一つの分野においては日本企業は十分な技術を持っていたりしていても、残念ながら運営そのものについて言えば基本的には公がやるものであって民間企業がするものではなかったというのが一つ伝統としてありますから、運営のノウハウを持った会社というものは基本的には存在しないのです。ですから海外のすでに運営ノウハウを持っている企業が非常に参画しやすい状況になってしまっているのです。水処理技術においては日本企業は非常に素晴らしいねといった具合にして、一つ一つの要素については素晴らしくても全体を運営する話となると、そのような取りまとめをしていることはあんまりないわけです。そして細かい話をすればまだ他にも問題点はあります。例えば水道事業を行うにあたって運営費用をどんどんと削減しようとなった時に、削減されるものとして、例えば設備更新費をなるべく遅らせに遅らせてボロっちいままでほったらかしにして最低限の費用で済ませようといったことを行うかもしれません。そのようなことが節々に見られるようなことになれば、多くの人たちにとっては安心な水とは言い難いものになってしまいます。また運営費を削減するにあたって最も削りやすいものとしては人件費が考えられます。民間企業にやらせようとなって、その実態としては非正規の人たちが現場で働いてほとんどの人たちが給料も上がらないし、その地域における最低賃金で働くような人たちがどんどんと紛れ込んできて、果たしてこのような状況で水道事業をやっていいんだろうかといったモラルハザード的な話にもつながりかねません。この点などについても水道事業を民営化するのであれば、そのようなことに陥らないような監査といったものが必要になるでしょう。宮城県の今回の取り組みが後から見てみればほーら失敗したと言われるような日本国内における民営化の失敗例となってしまうのか、それとも問題点が出てきたとしてもそれを解決し改善し、最終的には日本の水道事業の民営化のモデルスタイルへと発展していくかどうか、まさにここは一つ注目していかなければならないことだと思います。皆さんは今回のニュースを聞かれてどのようなことを思われたでしょうか。ぜひともコメントしていってください。それでは動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録を、そして動画が見合ったら評価ボタンのクリックもよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。